距離を使って戦いたいのに接近戦で打ち合いになり、自分より力のある子を前蹴りで離してもすぐ距離を縮められ、結局相手のペースの、近戦で戦って負けるパターンが多いので、距離の作り方を教えてください。最近内ローキックを効かされることが増えてきました。有給レベル45歳で、できそうな方法を、こんにちは、体が動きです。今回は前蹴りで間合いが取れずに接近戦で負けてしまう人へのアドバイスや、インローキックを効かされない簡単な方法から高等技術まで解説していきたいと思います。内容は空手家コーチのオンライン教室で過去に来た質問に回答するものですが、同乗生に手伝ってもらって撮影した動画がありますので、そちらをご覧ください。では、どうぞ。では続いての質問に読みます。三日月蹴りを練習しようと思い、足の指の柔軟からやり始めました。コウケ先生のように足の甲に指がつくことを目指し、正座の体勢で中足を返す柔軟をしています。コウケ先生の現役時代の柔軟のやり方だとどのくらい柔軟をやっていたのか、参考までに教えていただけたら、幸いです。ですね、よいしょ。実はですね、僕、中足自体は、学生の頃に正座してたことで、だいぶ柔らかくなってたっていうのもあるんですが、これ多分やってもらうと分かるんですが、わざわざそのためにこうやって過去の僕の YouTube 動画やるとこういう風にすると柔軟できますよっていうのを解説してるんですよ。このためだけに時間を取ってやると、正直しんどいので、おすすめなのは、本読むとかスマホ触るとかテレビ見るときにこうやって正座してこう見るだけで結構です。ながらでやればそんなに苦痛じゃないので、こうやってて痛くなってきたでこうしようで、またちょっと時間経ってきたらちょっとだいぶ治ってきたでこうしようってやれば、日常生活の中で柔軟ができるので、正直このためだけに時間を取ると結構しんどくなってくるので、おすすめに関してはこういう感じで普通に正座して、何かをながらでやるっていうのがおすすめです。自分もそういう感じで、日々繰り返すことで柔らかくなって、今現役時ほど柔らかくないんですが、人差し指に関してはもう後ろにこうつくぐらいは柔らかさをまだ保ててて、今もう親指はもう全然つかなくなっちゃったんですが、昔は親指をつくぐらいまで柔らかかったので、これはもう完全に繰り返せば誰でもできるようになるので、ちょっと参考にしてください。よいしょ。もう一個ぐらい。続いていつもありがとうございます。先日の稽古会も、先生のみならずいろいろな方と交流が持てて楽しかったです。先日先生に、聞き忘れていたのですが、肘打ちも技の一つであると思うんですが、試合で見かけることがありません。当たるとめちゃくちゃ痛いにもかかわらずあまり使われてない理由などあるのでしょうか。よし。ですね、肘打ちに関しては、有効打としてはそれなりに有効打になるので、僕自身も試合で、使っているんですが、ただこれでじゃあ倒せる技かって言われたら実は倒せる技にはならないので、そんなに、使っている人が多くのないのかなと思います。ちょっと今から少し解説したいと思います。じゃあお願いします。僕の場合オーソドックスだったので、オーソドックス同士で肘打ちっていう接近戦になった時に、相手の手の外を取る、もしくは内側にあった時も使えるんですが、外を取ってる場合はここを軸にこういう風に肘を当てていったりとか、相手に潰されている時は相手の手を軸にこういう軸と、肘打ち打てるので、僕の場合は相手のこの二の腕のここの、多分自分でこうやってもらうと痛いところ分かると思うんで、そこに対して自分の肘を点でゴンと当てていくっていうのを意識的にやってます。なんで、接近戦でこうやってグーッと潰れちゃった場合とか、ここでもそのままガンといっても持っていけますし、潰された時でもちょっと潰してもらっていい。これここ軸にすればガンと打ててしまうので、これに関しては、肘打ちとして有効打にもなります。相手の腕のこの自分でこうやってやってもらうと、ここ痛いってところあると思うんで、そこのここの、三頭筋、三角筋ですね、三角筋、三頭筋、二頭筋のつながりのここの真ん中のあたりなんですけど、ここ結構痛いので、ここは肘打ちで狙っていってみてください。あとで実は昔僕茶帯の頃に肘打ち落としっていうのにハマって、こう相手がこうくっついてきた時に上からこうガンってやるっていうのを一時期やってたんですが、これですね、
当たると肘をちゃんとピンポイントここに当たると相手めちゃくちゃ効くんで、すごい嫌がられてたんで、これいけるなと思って調子こいてやってたら、相手にグッて深く入られた時にガーンってやったら、相手の肩の骨でですね、自分のこの二の腕のここの筋肉をガーンってやったら、もう一発で自分の腕が動かなくなって、それからちょっとリスクが高いんで、肘打ち落としに関しては僕も途中からやらなくなったんですが、こっちの肘に関してはそれほどリスクなく相手の腕を効かすことは可能になるので、これ有効だとなるので、ちょっと参考にしていただければなと思います。今回該当している内容は、僕が運営する空手家講室のオンライン教室で毎月開催しているメンバーからの質問に全て回答コーナーで、以前、口頭とこちらのホワイトボードで、解説したものを実際の動きで解説しているもので、YouTube のコメント欄での質問は受け付けていませんので、よろしくお願いします。オンライン教室に関して気になる方は動画概要欄をチェックしてください。では続きをどうぞ。ではちょっと質問を読ませていただきます。距離を使って戦いたいのに接近戦で打ち合いになり、自分より力のある子を前蹴りで離してもすぐ距離を縮められ、結局相手のペースの、接近戦で戦って負けるパターンが多いので、距離の作り方を教えてください。したらですね、ちょっと距離を取って、戦いたくて、前蹴りを使っている選手に、ちょっと多いというか、その認識だと、前蹴りを使っても、相手と距離が取れませんよっていうのは結構、見受けられるパターンでもあるので、ちょっとそこの辺、お伝えできればなと思います。端的に言えばですね、距離を取りたいがために前蹴りを使っている選手って基本的にその前蹴りって距離が取りたいだけで、接近戦が苦手だから距離を取りたい選手ってことは、相手の選手からすれば接近戦になれば、なんですかね、自分の方が有利だって分かっていれば、その前蹴りってあんまり、離されてもじゃあ次前に出ればいいじゃないかってなってしまうので、どうすればちょっといいですか、じゃあお願いします。例えばですが、構えてて、自分が、接近戦が苦手だった場合にこうくっつかれて、要はこの距離で組み手が嫌だから前蹴りで距離を取りたいっていう、ご質問だと思うんですけど、そうすると相手の選手からすると前に出てきた時にこれでこうやって、距離を取ったとしても、これ自分の方が接近戦が得意だって分かってれば、これで距離を取られても自分が有利だったら前に出てきちゃえば、もうここまで来られた瞬間に前蹴りがかけれなくなっちゃうんで、そうするとこの前蹴りってほぼほぼ、効果がなくて、ちょっとでは下がってますが、正直この距離で相手に近づいてほしくないんであれば、ちょっと構えて、なんなら遠い距離からの上段回し蹴りとか、この状態から、さらに前蹴りよりも遠いぐらいのところから、相手の前、ちょっと怪我してるから前手とかに蹴りが届くような蹴りでパチンと蹴っていくと、顔に対しての攻撃だったら、こう顔が入ろうとした時にこうやってやったりすると相手がおって止まったりするので、正直前蹴りよりも距離が取りたいんであれば、その相手が倒されるかもしれないとか怖いって思うような上段系の技の遠い技が1個、絶対的にあった方がいいです。あとそれとですね、ちょっと、近づいてもらっていいですか。接近戦が、苦手で距離が取りたいんであれば、接近戦で1個は強い攻撃は絶対的に持っておかないと、多分その距離を離すのが無理になります。例えば近づいた時に下突き効かされれば理想なんですが、この距離ぐらいでバーンって下突きとか強いのを打って、相手がいやこのパンチちょっと嫌だなって思えば、前蹴りとかでボンって離しても、またあそこ行くと、あの下突き来るかもしれないと思うから、距離を、その前蹴りで外せるんですけども、近づいて打ち合ったら、俺の方が有利だと思えば、ここでこうやってボンって離しても絶対すぐまた接近戦で潰されちゃうのでありがとうございます。要はですね、この前蹴りで外しても結局その、接近戦の一発とか接近戦で嫌がらす攻撃がないと結局、距離をその前蹴りで距離取ることは難しいので、近づいたら一発、強いのが来るっていう何か一つでもですね、自信を持って出せる、接近戦の技を磨くことが先で、その上で、前蹴りを達すんであれば、その前蹴りって有効打になってきて、そこで例えばですが無理やり距離をポンって離しても、次近づいたらこれあるよって相手に一瞬見せるだけで相手って距離取ってくれたりとかで、そこで距離が取れればさっきやった遠い前からの上段回し蹴りとか、倒されるかもしれないって一発があることで、相手とかおっと次は簡単に入れないってなれば、初めてこの距離を、取ったって遠い前の組み手ができるので、ちょっとこの辺ちょっと参考にしていただければなと思います。さあ
僕が運営する空手加工室のオンライン教室では YouTube で明かせない試合に勝つための技術や知識、身体操作などなどメンバー専用の動画倉庫には、突きや蹴りといった攻撃技術はもちろん防御技術やスタミナアップの方法など実際に僕が行っていた練習方法からポジショニング、稽古法など、細かくジャンルが書かれた200本以上の動画が見放題で今回のように所属メンバーの質問へ全て回答するコーナーなど強くなるための情報を惜しみなく公開していますので本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は動画概要欄から空手加工室のオンライン教室をチェックしてみてください。ですね、続いてですが、前回質問にお答えいただきありがとうございます。教えていただいたことを稽古に生かし効果が出てきています。最近内ローキックを効かされることが増えてきました。内ローキックに対しても外ローと同じように流すのがいいのでしょうか。それとも他の有効な方法がありますでしょうか。中級レベル45歳で、できそうな方法を、教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。追記効かされやすいのは前足です。構えはオーソドックスです。よろしくお願いします。です。ですね、インローキックに関しては、流すっていう技術も、もちろんありますし、いろんな方法あるんですが、ちょっとインローを流すのは若干難しい技術なので、一応今から少し説明しながら、インローの、なんですかね、対策方法をちょっと、解説していきたいと思います。じゃあ、もういきなりちょっとお願いします。お願いします。ですね、インローキックで、一番効かされやすい、相手からしたら一番蹴りやすいのが、ちょっと構えてもらっていいですか。相手の前足からこちら側の足が、離れるように横開きに構えるっていう、これ一番こっちの人ローキック蹴りやすい。特に前足のインローに関しては、相手がもうここに距離があれば、これ例えばですけど、極端な話ちょっと横に開いてもう横に開いてもらえばこっちの人もいきなりもうこれで絶対に蹴りが蹴れる上に、こちらの人をカットするのは非常に難しくなるんです。なんで、インローキックは一番簡単なのは、相手の足に対してそうですね、ちょっと半身になるようにして前足を近づけちゃうと、これだけでインローキックかなり蹴りにくくなります。例えばですけど、じゃあちょっとここで蹴ってもらっていいですか、インロー。こうやって蹴るのと、こうするのだと、こんだけで蹴りにくくなる。なんで、これがまず一番、基礎としてあります。で、これができてると、例えばじゃあこれインロー蹴ろうと思って、ステップ使ってもらっていいですか。なんか、多分このままだと蹴りづらいと思う状態、じゃあ蹴ってください。状態、じゃあ蹴ってください。状態、じゃあ蹴ってください。でそうすると、例えば僕が半面に切っているとこっちの人が、この状態からだとこれを離すためにインローを蹴るためには何かしら動作を行わなきゃいけなくなるんで、そうしたら、ちょっと蹴ってもいいですよ。こうやって今こうやって作りますよね。こういう動作が、インローの前に生まれるんで、こうしてるとすぐ蹴られるんですけど、もうこうした時点で、すぐはインロー蹴れないんで、これ初動が生まれるんで、そうすると、相手が蹴ってくるときにちょっと蹴ってもらっていいですか。ちょっとこうやってまず当てに行くっていう、ことをできるようにしておきます。ちょっと蹴ってもらっていいですか。この当てに行くっていう動作ですね。これで当てに行く。これができるようになるとちょっと当ててもらっていいですか。こういう形で、当ててもらっていいですか。こういう形で、当てに行った蹴り、ちょっと蹴りに来てます。当てに行って当たりに行った瞬間に抜くと一応抜きも可能にはなりますが。タクラただこれ結構高等技術なので、基本的にはまず、これを相手の足に近づける、これが基本になります。で、これで相手が初動が出れば、もうこの瞬間に初動が出れば次こちらはもう受けの準備に入れるので、余裕を持ってこう当てに行って流すってことが可能になるので、自分の受け方ではあるんですけど、基準は相手の前足に、半身になって近づけるというのがインロー対策としては一番、僕としては楽なので、ちょっと参考にしてみてください。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。不定期企画になると思いますが、今後もオンライン教室内で受けた質問の中から一部をピックアップして、今回のような形で回答していこうと思いますので、楽しみにしていてください。
今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、もし動画の内容が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家ゴークスのオンライン、間違えた。オンライン教室じゃなくて、よし、もう一回行こう。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100%、強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、もし動画の内容が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録して、空手家ゴークスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。今回オンライン教室でお届けするのはカウンターが打てない人の特徴とカウンターを取る方法です。以前東京セミナーの動画で誰でもできる気持ちのカウンターという技術を解説しましたが、今回最も一般的なというか皆さんが想像するようなですね、カウンターが打てない人の特徴とどうすればカウンターを打てるのかの基本的な部分を解説したいと思います。